はい、寺島大輔です。ドローイング作品を中心に作成して活動してます。今回は駅からアトリエに通う中で掲示板がいっぱいあるのを見つけてたんで、そこをたまによく見てて、ここに貼れたらいいなと思って自分のドローイング作品をですね、でそれを自分がここで何かやってる活動のサインにもなるし、ここでいっぱいアーティストがいて何か作ってるっていうサインになるんじゃないか、それを他の街の情報の広告と同じレベルで展示できるんじゃないか、そういう掲示板がいっぱい結構近くにあったので、そこから、始めました。その掲示板以外にも展示空間を高橋ビルの方にお借りして、そこで自前の掲示板を設置しまして、そこにドローイング作品を展示してるんですけれども、そこには街の情報はもちろんなくて、自分のコラージュしたドローイングだけなんですけども、それを見た後に外の掲示板を見ると、外の掲示板もちょっと額に見えてきて、ドローイング以外にも他の広告との自分のドローイングがちょっとコラージュしたような感じに見えるんじゃないかと思って、設置しております。自分が作ったドローイングとその広告っていうのはそんなに違いはないと思ってて、その価値とかそういうことを考えてないですけども、それでどちらかというとそこに貼ることによって逆に意味付けをしてもらえるんじゃないかと思って、やりたかったんですけども、今回も押しピンですごく穴が開いたり、場所をどんどん違うところに移動してくれたりする人もいて、でものとしては全く見えないような、ドローイングもあるんですけども、そういう見えなくなったとことか穴が開いていくことにとって、なんかエゴみたいなのがどんどんなくなっていく感じが好きで展示が終わった後に実は僕の中ではそのドローイングが完成する感じになってて、穴もそのコラボレーションの結果みたいな感じで捉えてますし、なので積極的に動いてる掲示板がより街から意味付けされるみたいな形になるんですね。なので自分の手を離れて街の人に結構能動的に参加してもらってる感じだと思うんですね。その穴を開ける人は結構意図的にあるし、それが別に悪意であっても善意だとも何でもいいんですね。その結果として残った跡がそのドローイングに残ることによって、自分だけで作ったんじゃなくてより広い意味で、なんか作品が完成するなと思って、今回はその掲示板に貼ったんですけども、あとは単純にここに作ったものがあるっていうのを外に向けて発信するまではいかないんですけど、ここにあるよっていうぐらいのものをちょっと外に出したいのと思った時に掲示板がすごく良かったし、展示を見た人は多分自分の街に帰った時にもしかしたら掲示板気づかなかった掲示板に目が行くかもしれない、そういうなんですかね、作品はないんだけどそこで作品をものはないけど感じてくれるようなところまで伸ばせるいいツールじゃないかなと思って今回掲示板を選んでるんですけども、